はい、皆さんこんにちは。アミティ先生です。今日は森沢のフォントがですね iPad で使えるようになったので、その森沢フォントを使ってこういうちょっとかっこいいねバナーデザインを作っていきたいと思います。で、森沢のフォントっていうともうデザイナーからしたらもう超ド定番のフォントというか、もう結構必需品みたいなものでもあるんですけど、それが今まで Mac とか PC じゃないと使えなかったんですけど、去年の冬からこうやって iPad の方でも使えるようになったんですよ。で、クリエイティブな仕事をしてる人はやっぱりこのフォントがいかに大事かっていうのは分かってると思うんですけど、このフォント一つでねめちゃくちゃ雰囲気が変わってくるので、iPad でデザインする時もちゃんとフォントをねしっかり選ぶところまでやってほしいなって思ったので、今日はこの森沢のフォントの使い方と、あとこれ Photoshop for iPad を使ってるんですけど、これを使ってバナーデザインの作り方を紹介していきます。で、この森沢フォントはアプリをダウンロードして使っていく形になります。森沢パスポートって検索すると出てきます。で、このアプリは月額500円ですねのサブスク形式で、購入する形になるんですけど、なんだサブスクだよって思った人いるかもしれないんですけど、森沢フォントって MacPC で使うと思うとめちゃくちゃ高いんですよ、実は。5万円とか普通に10万円とかしたりするんで、月額500円って結構破格で、私出た時びっくりしたんですけど、なのでね、クリエイターの人は絶対必見です。買いです、本当に。はい。で、この森沢フォントなんですけど、使えるアプリがちょっと今限られてます。で、何があるかっていうと、Photoshop for iPad、Keynote、あと Pages、あとクリップスタジオ、ルマフュージョンですね。この5つが今メインに使えるアプリになってるんですけど、例えば Photoshop だったら画像合成、Keynote だとプレゼンテーション、Pages だと文章作成ですね。で、クリップスタジオイラスト描く人結構使ってる人多いと思います。で、ルマフュージョンは結構プロ仕様の動画編集アプリでよく私も使ってるんですけど、これでも森沢のフォントを使うことができます。で、この5つ網羅してたらもう結構十分というか、いろんなことができるんじゃないかなって思います。で、ちょっと前置き長くなったんですけど、早速アプリの方を見ていくと、開くとですね、ここにフォント一覧っていうボタンがあるので、これを押します。で、そうするとこんな感じですごいたくさんのフォントがね並んでくるんですけど、これ全部 iPad の中にダウンロードできます。すごくないですか？めちゃくちゃたくさんあるんですよ。で、本当にベーシックな、フォントからちょっとね変化球のフォントまでたくさんあるので、ここはぜひね見てもらいたいなって思うんですけど、例えばですけど、こういう新語とかね、新語は結構有名というかデザイナーさん結構使ってる人多いですね。ボールドですごい力強いフォントなので、タイトルとかつけたいときに、結構おすすめです。で、ちょっと変化球のでいくとトンネルとかね、こういうのちょっと太めの可愛らしい文字なんだけど装飾があるようなものもありますね。で、あとは新語フトラインとかね、こういう文字の周りに縁がついたようなフォントもあります。こういうの自分で装飾しようと思うと結構時間かかるんですけど、勝手にやってくれるっていうね、こういうエンボス加工のフォントとかもあります。面白いですよね。で、もちろん明朝体みたいなのもたくさんあります。こういうね、達筆な文字というか明朝体っていうんですけど、こういうのもたくさんあるので、もし皆さんこうフォントを見てですね、これダウンロードしたいなって思ったら、一括インストールっていうのが上のボタンにあります。これを押します。で、そうするとこの iPad の中、iPad 自体にこのフォントがインストールされていきます。なのでこうやってバーって見て、もう好きなフォントをですねどんどんインストールしていってください。で、今回使おうと思っているフォントはこれです。ゴシック MB101。さっき Photoshop の方で、これね、タンプレは iPad でよろしくって書いたやつあると思うんですけど、これはゴシック MB101 っていうフォントです。これもね、ものすごいボールドでめちゃくちゃ強いフォントです。で、結構タイトルとかにも使えるし、あとは男性っぽい力強いデザインにね、作りたい時とかもおすすめです。で、これも一括インストールで、このファミリー全部ですね、細い文字から太い文字全部一括インストールします。
で、今一括インストールしたフォントなんですけど、どこで見れるかっていうと、設定から見れます。iPad の中身、iPad 自体にインストールされているので、この設定から見ることができるんですね。で、設定の一般に行って、フォントっていうタブがあるので、そこを押すと、今森沢のところからインストールしたフォントが一覧でこうやってね、見ることができます。で、ここまででフォントの準備は完了なので、ここから Photoshop for iPad に進んでいきます。Photoshop for iPad 立ち上げて、左下に新規作成っていうボタンがあるので、新規作成を押して、その中から Web 台ってやつを選んでください。1920×1080 のサイズです。で、これ16対9で結構よく使われるサイズなので覚えておいてください。で、できたら完了ボタンで始めていきます。で、一番初め写真を入れ込んでいきます。写真入れるときは左のカメラロールのボタンの中から自分の写真アプリの中の画像を選んでいくんですけど、今回はこのおじさんのね、写真を選んでいきます。で、配置できたら完了ボタンで、初めにやることとしてはこのおじさんだけをですね、切り抜いていきたいので、ここね、背景をなくしたいんですよ。なのでその時は選択ツールを使います。左の上から3番目。これが選択ツールなんですけど、この中の真ん中のやつですね。これスマート選択ブラシっていうんですけど、これを取ってください。で、この状態で Apple Pencil でこのおじさんのところをなぞってみてください。こんな感じで。そうすると、適当になぞっただけでも、こうね、綺麗にかたどってくれます。で、うまく取りきれなかったところは、ブラシの太さをですね、ちょっと小さくして、こういう細かいところをなぞって微調整していきます。で、かたどれたら、マスクをかけていきます。マスクかけるときは下にマスクっていうボタンがあります。ここですね。これを押すと背景が切り抜かれて、男の人だけが残ったような形になります。これがマスクです。消しゴムで消したのではなくて、今非表示になっているような状態です。で、レイヤー見ると、今ここにマスクがかかってるんですけど、右側のマスク表示非表示のボタンを押すと、この背景が現れたり消えたりします。で、レイヤー自体にも表示非表示のボタンがあるので、このレイヤーの表示非表示も使ってみてください。マスクを表示非表示にするか、レイヤーを表示非表示にするかです。で、ここからテキストを打っていきます。ここから森沢フォントの出番です。テキストを入れるときは左のツールパネルの T っていうところを押して、画面のところをポンって押すとカーソルが現れるので、ここでタイピングしていきます。で、できたら右上の完了ボタンを押します。で、位置を移動させたいときはですね、移動ツールに持ち替えます。左の一番上、移動ツールなんですけど、これで文字の位置を移動させたりすることができるし、あと文字の細かい詳細設定はですね、この右の上から3番目、プロパティパネルがあるんですけど、ここで文字のサイズを大きくしたりとか、あとは行間ですね。文字の間、間の部分を縮ませたりとか、あとはトラッキングっていうのは文字間ですね。文字と文字の間の間隔を調整する項目もあります。で、フォントを変えるのが一番上、ここです。ここで今、平木の覚悟ゴシックになってますね。もう超普通のフォントというか、よくあるフォントなんですけど、これをちょっとパンチ加えていきたいので、さっきインストールしたゴシック MB101 に変えていきます。で、今文字が細いと思うんですけど、この下にですね、ウェイト、フォントのウェイトって言って太さを変える項目があるので、ここですごい種類があるので、今回は H ぐらいにしようかな。ヘビーのこの太さでやっていきます。で、文字のサイズ変形に関しては、左のツールパネルのサイズ変形のボタンがあるので、これでもサイズを大きくしたり小さくしたりすることができます。で、あとは、この文字のサイズに合わせて、中のおじさんのね、サイズも変形かけていいと思います。バランス見て、ここは整えていってください。で、文字の位置調整できたら、レイヤーの順番を変えます。
今文字が一番上に来てるんですけど、これをおじさんの向こう側に持っていきたいので、レイヤーの位置を1個下げると、おじさんが今前に来て、タンプレは iPad でっていうのが後ろにいる状態です。で、ここまでできたらよろしくのテキストも作っていきます。一番早いのはですね、コピペする方法です。コピペするときはこの文字のレイヤーを選択して、右下のところにですね、点々点があるので、この中からレイヤーを複製を選択します。で、そうすると同じものが現れるので、ここでまた T のテキストツールを持ち替えて、で、全部選択して文字を変えます。こんな感じで。で、色を変えたいときは、さっきのプロパティパネルのところに色を変える項目があるんですけど、もし一部の色だけを変えたいときは、テキストツールでその任意のところを選択して、で、カラーパネルから黒にすると、この空のところだけが黒くなります。で、これでほぼほぼ完成なんですけど、ちょっと最後ね、スパイスを加えていきたいので、手書きでちょっとテクスチャーを加えていきます。で、その時はですね、新しいレイヤーを1個上に追加してください。で、このレイヤーを下の方に持っていきます。テキストの下まで持っていってください。で、ここにブラシを使って書いていくんですけど、ブラシの項目の中に、墨傾きっていうのがあります。墨傾き。これが結構いい感じのテクスチャーを出してくれるので、これ選択して色を変えて、で、ブラシでシャーっとね、ペンを寝かした感じで描いていきます。で、そうするとすごいね、かっこいいテクスチャーが現れてくるので、それでこのデスク周りをですね、ちょっと影っぽく描いていくって感じです。この本の影になっているところを、テクスチャーで埋めていくような感覚で描いていってください。はい、じゃあテクスチャーのところいい感じにできたんじゃないかなと思います。少し色を変えてね、重ね塗りするのもありだと思います。で、最後ちょっとサインを入れて終わっていきたいので、私自分のサインのデータをファイルに保存しているので、Photoshop for iPad はですね、左のカメラロールのところからファイルにもアクセスできるので、これで自分の例えばサインをコピングで保存してるやつがあるので、これを選択して端っこの方に置いてあげると。そうすると結構ね、それっぽくなるんじゃないかなと思います。はい、じゃあこんな感じで完成になります。いかがでしょうか。結構ね、かっこいいけど、ちょっとクスッと笑えるようなバナーを作りたかったので、こういうデザインにしました。で、今回はね、やっぱりフォントがめちゃくちゃ大事ですね。このフォント、力強いフォントがないとこんなにかっこいい絵はできないので、ぜひ皆さんもですね、森沢パスポートを一回ダウンロードしてもらって、どんなフォントがあるのかっていうのを見るだけでもすごくデザインの勉強になると思うので、ぜひね、ダウンロードしてみてください。で、ちょっと余談なんですけど、私の誕生日がですね、来週あるんですけど、それに合わせてちょっと iPad プレゼント企画っていう面白いのを企んでるので、皆さんちょっとその日にライブするので楽しみにしておいてください。またちょっと別の機会でお知らせします。はい、ということで今日は以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。